今福井市内の会社で今システムエンジニアをしています。でエンジニアというスキルを生かしてもっとなんかこう田舎を面白くできないかなということで、今米を作ってまして、先週はマムシ捕まえてきたんで興味があったら食べてみてください。クラゲの販売とかをやってます。いいですか？癒しの癒しの水槽が癒し生物指標生物ってこの川、こういう水の中にこの生き物いたら水はこれぐらいきれいですよ、これですよって、それでホタルを調べてみるとそこまできれいな水を好んでるわけではないんです。だから水の中に有機物が入ってないとダメってことです。餌をゲンジボタルの場合はカワニナっていう貝ですね。これをやっぱり餌としてて、カワニナ自体がそこまできれいな水のところに住んでるわけではないので、幼虫から成虫になるときはサナギになるんですけど、これ土の中でサナギになるんですよね。なんで川をコンクリートの護岸とかにしちゃうと、もうそこのホタルもうサナギになれずに死んでしまうっていう。ゲンゴロウなんかも土の中でサナギになるんですけども、そういった水辺の周りをコンクリートで囲まれるとそういうサナギになれないということで数減ってると。あとはこの水に住んでる昆虫、ホタルも含めてなんですけども、汚れっていうんですか、有機的な汚れ、アンモニアとか泥の汚れとか、そんなのには割と強いんですけども、化学薬品っていうんですか、農薬とか、そんなのはすごい敏感に感じてすぐ死んじゃいます。ちょっと幼虫を飼ってた時期がありまして、そこに田んぼで取ってきたオタマジャクシをあげたんですね。でどうやらそのオタマジャクシに農薬がついてたらしくて、それでゲンゴロウの幼虫が全部死んだっていうことがありまして、結構割とそういう化学薬品にすごい敏感なんですね、こういう水生昆虫。オタマジャクシ強いですね。あとは全然余談なんですけど、オタマジャクシの引き金って知ってます？なんか忍者の地雷やなんかあれのオタマジャクシをちょっとあげたら、オタマジャクシが毒が強いらしくて、あれを食べた水族館で飼ってる魚とかその幼虫を知りました。めっちゃ怒られました。あとさっきちらっと浅利さんとの話に出てきましたヒメボタルで、これはですね山の中、川の流れっていうか、その山の中で見られるホタルになります。大体これがホタルなんです。この水の中で幼虫が生きてるホタルっていうのも結構珍しいみたいで、3種類だけやったかな。おお、出てきた出てきた。出てきたな。だいぶ出てきたな、さっき言われたら。後で見たらこの顔の後ろに変なものが映ってるんやぞ。ここ3、4年多くなってきたなと思ったんだけど。バチャバチャって言ってたから、あそこ